どうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さて、今回の動画はですね、今皆さんが利用している iPhone の iOS アップデートって皆さんしてますか？今現在、最新の iOS は 17.5.1 なんですけれども、それとは別にですね、ベータ版 iOS18 がリリースはされておりますが、一般公開されている最新のもので言うと iOS17.5.1 なんです。ただですね、僕のテックスタイルチャンネル X の DM や LINE サポートの方に、数多くね、相談というか、質問形式で、メッセージが送られてくるものとしては、アップデートしても大丈夫ですかとか、今現在の iOS 何か不具合出ていませんかとかですね、皆さんちょっと iOS のアップデート、躊躇している傾向が、最近強いのかなと思っております。なので今回、今現在の一般公開されている最新の iOS17.5.1 の、不具合情報であったり、それに対する改善方法、アップデートしても大丈夫なのか、大丈夫でないのか、そういったところをね、今回この動画を使って皆さんに情報共有していきたいなと思っておりますので、ぜひね、iPhone ユーザーの方、まだアップデートしてない方は、チャンネル登録、高評価の方をしていただいて、最後までご覧ください。では、スタート。はい。ではですね、今現在、先ほども言ったように、最新の iOS は 17.5.1 なんですけれども、どうですか？皆さん iPhone アップデートもちゃんと完了しておりますか？まだそのね、iPhone でアップデートがね、最新になっているかどうかわからないという方は、iPhone の設定から一般に進んでいただいて、その中のソフトウェアアップデートっていう項目をタップしていただければ、今現在使っている iPhone が最新な状態になっているか、それともまだアップデートできていないのか確認することができます。ただね、そのあたりの操作についてはね、iPhone 使っている方であれば、ご存知だと思いますが、もう一つの理由としては、やっぱりアップデートしたら何か不具合起きるんじゃないのってね、思われている方の方が強いのかなと。実際に僕の X の DM や LINE サポートの方には、不具合、アップデートしたら何か起きるんじゃないんですかとかですね、アップデートした後の不具合情報何か入っていませんかとか、あとはアップデートしたらこんな不具合が発生しました。何か改善する方法ありませんかとかですね。そういった情報っていうのはたくさん入ってきます。なのでおそらく皆さんの耳にもどちらかというと、マイナスな情報の方が強く入ってきてるのかなと思うんですが、これはね、あくまでも僕の個人的な、情報としてね、聞いていただきたいんですけれども、今現在の最新の iOS17.5.1 に関しては、安定しているのかなと思われます。なので、アップデートしていただいても、特にね、問題は起きない可能性の方が強いと思います。これが、例えばですね、今現在皆さんが使っている iPhone の iOS が、あんまり考えにくいんですけれども、iOS15 とか16とかですね、そういった、一つ前の、二つ前の iOS を使っている方であれば、ひょっとしたらね、17へアップデートすることによって、不具合というよりかは、例えば対応しきれないとかですね、そういった問題が起こる可能性はあるのかなと思います。なので今皆さんが使っている iPhone の iOS も17にアップデートしている方であれば、この 17.5.1 とかですね、そういったいわゆるマイナーアップデートに関しては、特に気にする必要はないと思うんですね。ただし、やっぱり一部のユーザーさんの中には、いろんな問題が起こって、直接僕のところに相談に来たりします。その項目をですね、ちょっと簡単に案内させていただくと、まず一番多かったのが通知関連ですね。やっぱりメールや LINE や Instagram とか、いわゆる SNS とかですね、そういった通知が鳴らなくなったっていうね、この相談が一番多いです。ただこれに関しては、もうほぼね、99% 改善することができるのかなと思いますので、そこは心配しなくていいのかなと。簡単な改善方法としては、その該当するアプリ。例えば、LINE の通知が来なくなったっていうのがね、一番多いんですけれども、LINE のアプリを削除していただいて、もう一度サインインストール。これをやっていただくことによって、通知が来るようになりましたっていう報告が多数来ております。ただ、ここで注意点としては、そういったアプリを削除、そして再インストールする際には、必ずこの LINE のデータのバックアップっていうのを取っておいてください。ただ単にね、消してしまったら、今までのね、トーク履歴とかそういったものも消えてしまいますので、必ずバックアップを取るということだけはね、やっていただいて操作していただければなと思います。
なのでダントツで多いのはこの通知かな。メールや LINE や Instagram の通知が来ないっていう問題。ただここは対処できる問題なので、もしアップデートした後にこういった問題が発生した場合は、それらの方法ね、対処方法をやっていただければ、特に問題ないのかなと思います。そして次がですね、Wi-Fi の問題なんですよね。Wi-Fi の接続がちょっと不安定になったとか、切断されるとかですね、そういった相談も多少ありましたね。ただここの Wi-Fi に関しては、この iPhone の iOS のね、ここの問題も確かにあるんですけれども、どちらかというと、その接続している Wi-Fi のルーター側とかですね、そっち側に問題がある可能性、問題というよりかは、対応しきれていないとかですね、例えばセキュリティアプリを入れちゃってるとか、あとはWi-Fi のルーターの方のファームウェアというかね、そのルーター自体もアップデートしないといけないとかですね、ここに関しては一つ一つ確認していく、方法があるんですけれども、もしアップデートしてちょっと Wi-Fi 不安定になったなと思われる方は、ぜひね、個別相談、X の DM とか LINE サポートの方に来ていただければなと思います。ただね、この問題は、どちらかというと、この iOS アップデートしてっていうのは、そんなにない気がしますね。なのでそこもあんまり心配しなくていいと思います。結構ね、初歩的なところとしては iPhone のケースとかね、皆さん iPhone のね、画面にフィルムとかね、貼ってると思うんですけども、それらすべて外していただくことで、改善しましたみたいなね、報告が来たりしますので、そんなにこの iOS に対してね、アップデートしたら Wi-Fi とかね、そこと、結びつけるのはちょっとね、早い気がします。なので、大丈夫かなと思います。そして次がですね、ちょっと僕もこれは経験したことなんですけれども、iPhone 本体がちょっと熱くなるっていう問題ですね。これはここ最近ちょっと増えてきた相談内容なんですけれども、これはどちらともあります。iOS 17.5.1 だったとしても、今ベータ版で出ている iOS 18、こちらにね、アップデートされている方も、どちらからもね、iPhone 本体が突然熱くなったっていう相談が最近ちょっと多くなってきました。これはね、季節柄っていうのも正直あります。皆さんがこの iPhone を使っている利用環境、例えば車の車内の中とか、暑い場所とかね、いろんな場所、プールとか海とかね、いろんな場所で起こりやすいことで、季節柄やっぱり iPhone 本体がね、熱くなりやすいっていうのも、一つの原因です。そして皆さんがその iPhone につけているケース、フィルムですね。これが最も原因になりやすいものです。なので OS をアップデートするっていうことは iPhone 自体がね、簡単に言うとレベルアップしたっていうことになるので、どちらかというと、より動いたりだとか、新しい機能を動かしたりだとか、そこで電力をね、よく使います。電力を使うということはバッテリーの消費にもつながりますよね。そうなってくると、やはり iPhone 本体っていうのは熱を持ちます。熱を持った時に、本来であれば iPhone っていうのはパソコンみたいにね、中に扇風機というかね、ファンがついていないので、裸の状態で、例えばね、風を通して iPhone 本体を冷やすっていうね、仕組みになっているんですけれども、どうしても密閉の強い iPhone のケースであったりだとか、iPhone のフィルム、特にガラスフィルムとかですね、そういったビチッと密閉してしまいますと、やっぱり放熱することができないので、iPhone の本体自体がね、熱くなりやすいっていうのが、第一の原因かなと思います。なので、今現在ね、この iPhone 本体が少し異常なほど熱くなりやすいっていう方は、ちょっとね、ケースやフィルム、この辺をね、まず疑っていただきたいなと思います。そしてもう一つの原因としては、特定のアプリですね。今現在ですと、X のアプリを使うと、異常なほど iPhone 本体が熱くなるといったね、そういった相談が非常に多くありました。これは実際に僕も、今現在僕は iOS 18のベータ版使っているんですが、X のね、アプリを使っているときに、もう本当ね、異常なほど熱くなるんですよ。で、ここの対処方法としては、最終的には、この X のアプリの削除、再インストールで改善しましたっていう報告が、多数来ておりますので、これらをやっていただければ、特にね、問題が起こることはないのかなと。あとは、この X のアプリ自体の設定変更ですね。Siri の提案のところを、オンになっている方、デフォルトではおそらくオンになっているのかなと思いますので、そこをオフにしていただく。これをやっていただくことで、熱く iPhone 本体が、熱を持たなくなりましたっていう報告も多少来ておりますので、
ここの iPhone 本体が熱くなるっていう問題は、一応2パターン。特定のアプリが原因で本体が熱くなる。そしてもう一つが、自然的なことですよね。外気温の、暑さ。あと、iPhone 本体が放熱ができない状態。フィルムやケースを外していただくことで改善できるということなので、特にね、iOS アップデートした後に何か問題が起こって、その問題がずーっと継続するということはないのかなと思います。あともう一つはですね、iPhone 圏外になるっていうパターンですね。これはですね、ちょっと原因はiPhone の iOS 本体とか、そういったところが原因というよりかは、キャリアとのそのアクティベーションであったりだとか、そういったところに問題があるのかなと。まだここの原因は判明しておりません。ただ、本当これはごく一部の方が発生しているのかなと思います。僕の身の回りであったりだとか、そういったところでは一切発生していないんですけれども、確かに相談が来る内容としては数件程度ありましたので、ここの問題の解決方法も一応めんどくさいんですけれども、パソコンが必要なんですよね。で、このパソコンを使って iPhone をリカバリーモードに入れて、復元、初期化ですね。それをやっていただいて、もう一度 iPhone のね、初期設定をしていただいて、アクティベートしていただければ、圏外が改善したっていうのは、これはね、例えば、ちょっとね、数忘れちゃいましたけど、仮に5件6件ね、相談があったとしたら、もうほぼ 100% に近い確率で、圏外が治りましたっていう報告が来ておりますので、問題が解決しないわけではないんですけれども、その解決するまでの、この操作ね、パソコンが必要だったりするので、その辺がちょっとめんどくさいことにはなるかなと。ただ、この iOS 17.5.1 に、アップデートして、この圏外になる可能性っていうのは非常に低いと思われます。なので、そこを心配しちゃうと、今後ね、iOS ってどんどん新しくなっていきますので、ずーっとアップデートできないっていう風になってしまいます。なので、ここはね、その、圏外に恐れずね、やっていただければなと。もし仮になったとしても、問題は解決できるよっていう風にね、認識していただければ、そこまで考える必要はないのかなと思います。ここでですね、例えば、今現在最新の iOS 17.5.1 なんですけれども、今皆さんが使っている iPhone のモデル、これがね、結構重要だなと僕は思っております。例えば、今現在ですとね、iPhone 15シリーズ、15のシリーズが新しいですよね。今年の9月にはね、16が出ると思うんですけれども、15、14、13、12、11ぐらいまでは、どうですかね、iOS 17.5.1 にアップデートしても、特に問題があるようには、僕個人的には思わないんですが、ただやはり iPhone X とか XS とかね、そういった機種を使っている方であれば、アップデートするっていうことは、先ほども言ったように、レベルが上がる、新しい機能が加わる、ね、iPhone 本体にそれだけの負荷をかけるということになるので、ストレージの容量であったりだとか、バッテリーの消費、消耗ですよね。これらが速くなって iPhone 本体が熱くなって、起動しきれなくなって、例えばシャットダウンしてしまってとかね、アプリが落ちてしまってとかですね、そういった負の連鎖じゃないんですけれども、ちょっと iPhone のモデルがあまりにも古すぎると、iPhone 本体にかける負の力ですね。これがちょっと強くなりすぎて、問題が連鎖するっていう可能性はあるのかもしれません。ただこれは普通に iPhone を使っている方、もう電話や LINE やネットで何かを検索するだけですとかね、そういった方であれば、そこまでね、常日頃から iPhone に負荷をかけているわけではないので、特に心配する必要はないのかなと思うんですけれども、iPhone を使う方法として、例えば GPS 機能を使ったようなゲームをするとかですね、負荷が重たいようなゲームをするとか、そういったある種特殊な使い方、ゲームするのが特殊とは言い切れないんですけれども、ある種負荷がね、iPhone にかけるような利用方法をしている方であれば、ちょっと iPhone の古いモデルだとアップデートしていくことによって、全然性能は上がるんですけれども、それだけの分負荷がかかるので、別でね、問題が起きるのかなとは思っております。なのでそういった方は、今後もそういった負荷がかかるような、iPhone の利用方法をしたいと思われている方は、そろそろ iPhone のね、買い替え時期に来ているのかなとも思いますので、そのあたりはね、その iPhone のね、ユーザーさんが検討していただければなと思います。なので今回ね、この動画でいろいろこの僕のところに来ている情報、アップデートした後に、
こんな不具合でこういう対処方法解決できましたよということを、5、6個言わせていただきましたけれども、これは本当あくまでも一部のユーザーさんで発生していることです。ただね、僕のチャンネルの属性上ね、やっぱりこういった不具合が出ているとかね、不具合の相談が来ているっていうことも情報として発信をしておきたいので、チャンネルの中でね、不具合情報としていくつか動画を上げておりますけれども、総合的に見ると、今現在の iOS17.5.1 は安定していると思いますので、もしね、まだアップデートされていない方はね、ちょっとアップデートしてみてください。おそらく、9月に新しい iPhone 16のシリーズが出てくると思います。で、それに合わせて、今現在ね、ベータ版として iOS18 が、リリースされてますけれども、その9月の中旬あたりぐらいにね、一般リリース、iOS18 の一般リリースがされると思いますので、どちらかというとその OS の方がちょっと待っていただいて、17.5.1 まではもう皆さんね、アップデートしても特に問題ないかなと思われますので、ぜひね、アップデートしてみてください。仮に何かね、もし問題が、何か不具合とか問題が使いづらくなったということがあれば、X の DM、LINE サポート、ね、2つの窓口、僕のところにはありますので、そちらにね、来ていただければ直接僕の方からもアドバイスさせていただきますので、この動画下の概要欄の方に URL 貼っておきます。そこからお越しください。では今回はですね、この iOS、17.5.1 も含めてなんですけれども、iPhone の iOS アップデートするのを躊躇している方、ちょっと怖いなと思われている方に対してね、安心ですよということをね、皆さんに情報として発信していきたいなと思って撮影の方をさせていただきました。あとは今回のこの動画とは関係なしに、iPhone、iPad、Apple 製品でね、何か問題、不具合、質問がね、あるんでしたら、コメントを入れていただくか、X の DM、LINE サポートを活用してみてください。それでは今回も最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。ではまた